もしもーし。聞こえる？ごめん。あ、ちょっと待ってね。どうやってやるんだっけ、これ。ビデオ。あれ、これどうやってビデオにするんだっけ。あ、こうか。はーい。顔がやばすぎる。風呂上がって何時間か経った。まいこです。はい、こんにちは、まいこです。こんばんは、こんばんは、こんばんは。はい、どうも、こんばんは。どうも、こんばんは、まいこです。調子いいね。ありがとう。ね、ゲームするのもありだし、普通になんかテーマ聞いてちょっと喋ったら終わっちゃうかなって感じだし。あ、全然いいよ。今日は試作っていうかあれみたいな感じで、し、うん、的な感じでやってもらって。はーい。じゃあちょっと YouTube で見てみよう。あ、わかった。あれ、いつもみたいに私は、あの、進行すればいい？あ、はーい。いつも通りで。じゃあ始まったら教えて。はーい。はーい。アンポンタンチャンネル。はい、まいちゃんよろしくお願いします。さあ始まりました。アンポンタンラジオでございます。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まいち初のゃんです。ごめんなさい。げんちゃんです。よろしくお願いしはい、ます。よろしくお願いします。はい、初のね、はい。ラジオ配信ということでね。初のラジオ配信とあ、いうか、ラジオ配信はリモート配信だ。そうです。初のリモート配信ということで、ちょっとはい。私もね、今、YouTube 画面をちょっと開いて見てみながらやってるんですけど、はいはいまあ、はい。まあでもなんか結構いい感じに映ってる感じがする。と思うんだよね。まあ、あとはうん、音量バランスがどうかなと思ってるんだけど。そうだね。ううーん。ん。まあ、で、ちょっとね、私が今、ライトをね、すっかり玄ちゃん家に置いてきてしまったのもあって、はいはいはいちょっと私はい。ね、ライトが暗いのがね、うん。申し訳ないですね。ああ、全然。一応さ、舞ちゃんの声とかさ、二重なってうん。ないかとか確認できる舞ちゃんなんで、俺ちょっあ、とじゃあちょっと できな YouTube いんだよを見させていね。ただきます。ちょっとテスト配信みたいな感じの部分もあるんですが、ご容赦ください。はい、すいません。お願いします。ご容赦ください。大丈夫そうだはい、ね。すいません。お願いします。ご容赦ください。大丈夫そうだね。多分大丈夫そうだね。あ、オッケー。そうかな。ちょっと視聴者の、方、もしちょっと違和感などありましたら教えていただけたら嬉しいです。はーい、オッケーオッケー。じゃあとりあえずやりましょうか。テーはい、やっていきマ何？ましょう。舞ちゃんテーマは用意してくれてんの？
あのね、うんテーマで、うんいつものところから弾けばいいかなとも思ったんだけど、はいはい今日ははなんかちょっと喋りたいことがあって、そういうい。雑談を、うんあの、いや、どうしても今日喋りたいとかじゃなくて、いつかは喋りたいテーマだったことが、なんかちょっうんと今日いい感じに話せそうだなっていうのがあったので、うん。ちょっとお話できたらななんて思うんですけど、あ、いいよいいよ、話しなよ。その話したいはい。ことあるなら。その何何？前に、私はいは今日は、はい。もう寝るつもりでいたので、うん。ここからまたさらに気合い入れるために、おビールを飲みながらやらせていただけたらあ、なと思います。そう思って私もお酒用意してきました。焼酎で見えるかな。す。あ、はーい。カメラは切れちゃった。あれ、切れちゃった。ちょっと復旧しますね。いいよ、進めてて。はーい。じゃあちょっと、ぜひね、明日からお仕事だよっていう方も多いんじゃないかなと思いますので、ぜはい。ひ一緒になんかお酒でも飲みながら聞いたりしていただけたら、まあ、もちろんもうね、寝る時間なので、はいはいはい。寝る前にね、寝落ちする感覚で聞いてもらってもいいかななんて思います。はい。はい。おしゃよし。べりが上手なことで、結構ちぜひね、ゃんと、はい。ちゃんと繋いでくれてるもんね。うん、つなぎが上手。大思いのこのコンほか。グラしかなかった。はい。まあ、玄ちゃん準備でき次第教えてください。乾杯しましょう、ぜひ。はーい。はい。でね、うん。まあね、お気軽にコメントなどをしていただけたら、玄ちゃんが拾ってくれるので、はい、はい。僕が拾いまちょっとす。私は気づかないかもしれないです。環境的にもそうですね。一応、YouTube 画面は見るようにはしてますが、ちょっと時差もあるので。はい。ということで、まあ、玄ちゃん準備中で、今日の私のおつまみを発表しましょう。はい、ちょっとごめんね、カメラが調子悪くて。熊谷名物、俵せんべいでございます。ちょっと部屋の汚さが映っちゃうかもしれない。はい。今日はおつまみがなかったんでね、深夜にこれを食べるのかと思う方もいるかもしれません。またこれを見て、私の住んでる場所がバレてしまう。それはしょうがない。はい、そんなお菓子でございます。これはだいたい熊谷市民が熊谷市民に何かあった時にお渡しするような、そんなお菓子でございます。はい。まあ、ちょっおしとね、ゃべりが上手だおしゃべな。りが上手なことで、すごい、もう安はい、心して任せれちゃうわ。安心の被災地とお呼びください。安心の久石舞子だね。はい、安心してくだ戻りさい。ました。すいません。顔、はい。舞ちゃんの方も映ってるスカイプの中で。うん、映ってる。玄ちゃんは映ってないかな。時差があるかな、もしかしたら。スカイプあ、の中で映ってない？映りました。あ、よかっあ、たよかった。スカイプの中では映ってない。あ、本当？嘘。うん。じゃあそっちも。いいよ、おしゃべり続けてて、得意の。はい。ここには何て書いてあるかと言いますと、もう崩れちゃったんで、新しいの開けますけど、ありがとうと書いてあります。日々の皆様への、うるさいうるさいうるさい。ガラ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 って。落ち着きがなくてすいはい。ません。一応準備感できま謝を忘したよ。れずに、はい、準備が整いましたということで、玄ちゃんはい。は、うん。はい、玄ちゃんのお顔が見えました。コはい。メント発見。キリツさん、こんばんあ、ごめん、うるは。さいうるさい。ちょっと私うるさかったかあ、な。違う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 。俺の、今変なね、ゲームのやつが大きい音出ちゃったの。ごめんごめん。あ、大丈夫失礼しまです。した。コメント、ツッキーありがとう、来てくれたんだ。冷蔵庫にほろ酔いともちもちパイしかなかったので、それで参加します。ありがとありう。がとうございます。ちょっともう一回さ、改めてごめん。乾杯。はい、はい、ツッキー乾乾杯。ありが杯。とはい、ありがとうございう。よます。ければ、高評はい、価をしていただけるとおすすめにもね、上がりやすくなるので、ぜひともよろしくお願いいたします。お願いします。はい。で、今日話したいことってなんかあったんでしょ？うん、なんだね。うん。私はね、テレビでね、僕らの時代だっけ？僕らの時代。あるね。日曜日の朝7うん。時から7時半くらいまでやってる、テレビうんうんテレビ番組、結構昔からやってるけど、それがうん。うん。結構好きで、いうん。つも、ね、基本的に録画してあるか、普通に朝見るかのどっちかっていうくらい、うん。割とね、毎週結構ちゃんと見ちゃってて、うん。あれ何がいいかって、うん。芸能人の方の、うん。あの、
まあ、芸能人になるまでの過程とか、はいはいはいはまあ、あとはそい。下積こまでの、み時代。下積み時代みたいな話を聞けたりするのよ。うそれがすごいんうん。面白くって。で、まあ、結構トントン拍子で、うん。この世界来れましたっていう人もいれば、すうん。ごい下積み時代が大変でとか、そういうエピソードトークが話したりするのよ。うん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 そう。だから私はすごいそれが好きで、まあうん。いろいろ今の自分たちの活動と重なるところもあったりして、ああ、そうだね。うん。勇気をもらったりもするんだけどあも、まああ。なんかそう、それでね、今日はね、うん。鬼滅の刃の主人うん。公の花江、主人公の声をやってる、私はね、鬼滅の刃を見たことがないんですけど、花江夏樹さんだよね。花江夏樹さん、そうそうそう、うん。と、あと、EXIT の兼近さん、うんうんうん。あと、お笑い芸人の加賀屋のうん。なんとかさんが出てたの。ああ、はい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 。うん。で、その3人でトークしてて、うん。で、まあ私はもう、前回のラジオとかでも話してると思うけど、うん。リアラブっていう、ネットフリックスで配信されてるサバイバル番組、男女はいの。はいはい。うん。あれをちょっと見たばっかりっていうのもあって、うんもううん。結構ね、自分の中で兼近さんのイメージが、すごいうん。なんか、自分の、なんて言うんだろう、気持ちをはっきりと言う人というか、まあちょっまあなんかとなんか、強そうだよね、気がさ。なんかうん、あんま悪く言うのもあれだけどさ、うん、女の子がさ、うん、自分で PV 作ってたみたいなリアルラブであったじゃない。あったあった。あん時にさ、マジで超ウケる、すげえ気持ち悪いんだけど、みたいな言ってたじゃん。そうそう、結構なんか否う定みたいーん、な、否そうそう定はしてなそいけど、バカにしてるのかなみたいなう。ね。なんであの人がいい人みたいな感じで人気あるのかもよくわかんないんだよね。俺全然好きじゃないの。うん、なんかそう、玄ちゃんもね、そう、そうやって言ってるんだけど、でも、なんであの人が人気あるんだろう。普通に性そうそう、格悪そうだけどな。なんかね、そう、う私もいん。ろいろそういう過去とかの話をね、前はいはいにちょろっとは聞いたとき、噂とかさ、週刊誌の情報とか、本当い。うん。のことかはわかんないけど、まあもまあちろん、そういうの、それはね。うん。そうそう、聞いたときは、なんか、うん。あ、優しいイメージだったのにってちょっと思ったんだけども、あまあ、ー。そのリアラブ見て、ああ、こういうはいは人なのかなって、だけどそのリアラブ自体も結構、い。うん。なんかはっきりとしたやらせな感じ、うんう番ん組の作りが、そう、っていうのうん。があったから、まあ、うん。それも本当の情報かもわからないし、だけど、うん。まあ、兼近さんが出てたっていうのもあって、いや、うん。これは超私の中で旬だなと思って、ああ、まあ確かにね。そうそう、余計ね、話に引き込まれたっていうのもあるんだけうど、ん。で、今日は何を話したいかっていうと、あ、芸能今の本題じゃなかったの？ずーっと長く喋ってたけど、今の本題じゃないの？余談です。うわ、長い、余談が長い。ずっと余談じゃん。何？うん。うん。今日話したいことは、芸能はい。事務所養成所とかの話を、うん。まあ、前に私は玄ちゃんとね、ラジオトークもやったりしてましたけど、その時にもね、話したことではあるんだけど、うん。まあ、そういう系の話を今日はネタにはい。できたらいいかなと思って、まあ、はい。売れない私たちが言うのもなんかね、説得うん。力に欠けますが、まあ、だうん。からこそちょっと今までこういう事務所に引っかかったよ、引っかかりはしてないけど、ちょっとこういううん。の危ない事務所だよなんていう話を、うん。まあちょっと、なんて言うんだろうね。あれ、危ない、舞ちゃん、話すの下手くそになった？なんか、長くてとにかく。うん。うん。何かをね、気使って話したりするとね、すごい難しくなる。あ、確かに今初めてさ、リモートでやってるから、こう、まだ慣れてないしで、機械自体に。舞ちゃんのパソコンで立ち上げたりとか、そういうことでしょ？そういうこと。まあね、まあそんなんもあって、そう、ちょうどそはい。のお三方が今日僕らの時代で、そうはいはい。いう養成所はうん。必要かみたいな話題うん。がちょっと出たのよ。うで、兼近ーん。さんは、養成所に行った意味は正直ないと思ってるっていう発言をされてて、うんうん。そう。で、逆に加賀谷さんとかは う NSC ん。に入ってた時代の学んだことっていうのはすごい、今に生きてるみたいなことを話してたり、はい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 そう。で、はい。花江さんなんか養成所とか全く通わずに事務所にめっちゃうん。自分のボイスサンプルを送りまくっ
て、そうなんだ。事務所入りましたって、山寺宏一さんとかと一緒の事務所入りましたって言ってすごいて、ね。うん。そう、すごいよね。だから結構面白くって、今日も。毎回面白いんだけどさ、うんうそう。んまあ、そういうのもあって、うんなんか、私の方が多分、玄ちゃんよりも結構今までいろんな事務所のオーディションやら、養うん成所やら、うん養成所は行ってないけど、まあうんそういうオーディションを受けてきた感じがあるかなって。玄ちゃんは、うんそう、なんて言うんだろうね、決まったところにちゃんと行ってる感じじゃない。今これは本題？今うん、入っこれが、てる本題？はい、皆様、ここから本題に入ります。いや、ここからか。長いわ。本当に長い。もうだうん、ってどんぐらい、今何分ぐらい喋ってた一人で。20分。玄ちゃん、ん今日10時半までどんだけ待ったことか。いや、待ってたんだ。じゃあやりたかったんじゃん、やっぱ配信。さ、今日ゲーうん、ム配信するからもうやれたら、うん、じゃあやろっか、また連絡するわでさ、期待せず待っててぐらいな感じで言ったんだけどさ、はい、期待して待ってたんだね。配信したかったんだね。配信したかった。あははは。今日は喋れるぞと思ってね、うずうん。うずしてた。わかりました。じゃあどうぞ本題。芸能事務所養成所、自分が経験したこととか話したいんでしょ？こういう風だったよとか。うん。うん、なんか前ね、振りがあれだったけど。私は今うんまで、高校くらいからそういうはい。芸能系に興味を持って、最初うんは、音楽関係の仕事をしたかったんだけど、あまあ、いわゆるシンガーソングライターとかをしたかったんだけど、まあ、バンドやってたもんね。そうそうそう。うんまあ、それで、まあ、いろんな事務所のオーディションを受けて、で、そういうオーうんディションって、特に大手の事務所とかだと、うんまあ、オーディションで受かった人が養成所のレッスン費無料みたいな感じのオーディションだったりする。はいはいやっぱりは結局すぐに事務所に入れるとかじゃなくて、大体そういうオーディションってい。養成所のレッスン費が無料で、その養成所受かったら、受かったらじゃない、養成所を通ってからデビューですよっていううん流れをでうん説明してたりするのね。うんうんそう。だからなんか、だけど、まあ、何もわからなかったから、とりあえずオーディションを受けまくって、うんで、まあ、某有名な うん W っていう事務所だったり、うんまあ、そういう、そこら辺の事務所のオーディションを受けに行って、うんで、まあ、受かったら、うん結局、受かったと思ったら、レッスン費は無料にならないんですけど、養成所にうん入ることはできますみたいな感じで、あれって、へえうん合格だと思ったら合格じゃなかったんだってそこで気づくみたいうんうな。んで、レッスン費って大体いくらなんですか？30万くらいかなみたういな。ん30万みたいな。うんそんな、月いくらか忘れちゃったけど、多分年間、1年間で30うん万とか、うんうんまあね、そういうところがもう大体だっうた。まあ30ん万よりもっと高いところもあれば、もっと低いとうんころもあるし、みたいな。うんうんそうっていうところがありましたっていう話をしたいなと思ったんだけど、うんまあ、玄ちゃんの経験も踏まえながらっていう感じですが、はいコメント、フロアンさんありがとうございます。そもそもアニメ見ないのでは、さっきの話かな。鬼滅の刃がさ、俺ずっとこれ拾おうかなと思ってタイミング見てたんだけど、マジでマジでずーっと一人で喋ってさ、で、鬼滅の刃もさ、に反応してくれたけどさ、マジでうん、前振りの話じゃん。そう、今更なんかそこと絡んで拾うのも難しいなと思いながら、俺そればっか考えてたの。マジで舞ちゃん。こんなに話、ほんと舞ちゃんってね、話長いんですよ、普段。でなのにいやそれは全然いいんだけど、聞けるから僕はいいんだけど、自分が話こんな長いくせに僕に「玄ちゃんって話長いからな」とか「玄ちゃんって全然なんかもうしゃべり」みたいな、俺舞ちゃんにだけ言われるのが納得いかないのよ。マジでそうですか。だって20分俺うんってで、しかもさっきもさ、私いろいろやりながらだとちょっとそっちに気がいっちゃって喋るの大変なんだよねって言ったけど、うん、配信してんの全部俺の方でやってんだよね。まいちゃんただのスカイプ通話してるだけなのよ。そうなんだから多分まいちゃん私気持ちよく喋れちゃってんだわ。全然いいけど。で、そう芸能あれでしょ、まいちゃん前話してたさ、うん、あのなんか思ってたのと違うっていう感じだったんだよね、要は。そうそう最初のそうそそと、クロワンさん知ってるってほら。う。なるほど知ってる、ね。そう。
なんかまあね、ああ、うん。本当に数々受けてきましたよ。で、あはいはいはの、い。木曜日、なんで木曜日が出てきたのかわかんないけど、うんうん。まあ、そういう高校時代に、まあ、うん。そういういろんなオーディションを受けたけど、結局どのオーディショうん。ンを受けても、本うん。当に、まあ、私熊谷住んでますけど、熊谷から都内に出るまでの交通費も無駄だし、うー結局受けん。て受かんなくって、しかもうん。なんなら養成所の勧誘のためのオーディションだったってうん。知ったのは、本当に高校3年生とか、もうその頃で、うん。なんか結局そんなもんなんだみたいな。で、本当まに余計私はどうすればあ、いいか分かんなかったのね。うん。うん。で、まあ、大学で一回夢を諦めっはい。ていう感じですよ。うん。あ、クロワンさん知ってる、仕事でもそうだった。あ、お仕事一緒だった人なんだ。はいはいそうです。はい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 。仕ああ、事でもそうだったと。じゃあもうバレ話が長てるいってこと？んだ。そう。でももうだから、私は仕事の時は本当に話す余裕なかったですよ。だから舞ちゃん、そのうん。ね、己を知らないってことなの。周りの人がこうやって言うんだから、多分そうなのよ。もう私はそうなんだって言われるんだから。自分が思ってる自分じゃないんだから。そうですね。はい。はい。なるほど。なんかね、今、玄ちゃんとさ、そのリモートだからこそさ、うん。一緒にいる時の空気感がないから余計会話難しいね、やっぱりリ多モートってね。分、不安なんじゃない？で、あうん。とさ、僕はゲーム配信で生配信してるじゃない。うん。若干、慣れてるって言ったらそんなあれだけど、の感じはあるけど、舞ちゃんは生配信3回目とかだから、うん。で、うん。2回はさ、一緒にやったじゃん。うん。でリモートで今後さ増やしていこうって話して今リモートで初めて挑戦してるじゃない。だから一そうだね。人で生配信してる感覚が多分初めてだからなんうん。かそわそわしちゃうだけだと思うよ。確かに、ちょっとまあでそわそわもしてます。すぐ慣れると思うよ。だって17とかショールームとかもううん。あれじゃん、いっぱい配信してたじゃん、そういう意味では。ね。そう、いろいろ配信してたなって思うわ。ずっと言ってたまあ、じゃん、自分のこと。私ライバーだからっつって。言ったことねえわ。あ、言ってない。言っ失た礼失礼。ことないから、本当に。なるほどね。確かにね、その芸うん。能事務所の話で言うと、やっうぱん。スター、いわゆるスターは、ジュノンボーイとかさ、うああいうん。コンテストで優勝して芸能人になるか、まあ、養うん。成所で、あ、この子いいじゃんになるかだけど、ほとんどが、まあ、養成所っていう学校、芸能の学校なんて習うこと、なんか、形ないものだからさ、う本当役ん。に立つかどうかって言ったら、あんまなのが多いと思うの、俺も。そうだね。なんうん、だかか、ら、いいよいいよ。私は実際は養成所は行ったことないけど、う前ん。に入ってた事務所、はい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 。事務所といってもエキストラ事務所みたいなエキストラの仕事しかほぼなかったんだけど、うん。まあそれも言ってしまえばちょっと闇かもしれないけど、ちっちゃい事務うん。所だったので、うんうん。ね、まあそこの、養成所っていうわけじゃないけど、ワークショップみたいな、うん。なんかそういうのは、受けたことあるけど、そういうがっつりとした養成所っていうのは行ったことないから、人づてで聞いうん。た話だけど、うん。あの、本当に発声練習みたいな、腹う筋とかなんん。かそういう運動系をやらされてたみたいなああ、そう話をよくだよね。聞くうん。と、なんか結局そういうのって独学で自分でもできたよねなんていう話をそういう経験者から聞いたりするかうら、ん。これは、まあ、自分でやろうと思わない人はいいかもしれない、そういう場所に行ってやるう分には。だけん。ど、果たして多額のお金を払ってそれうをん。やることが一番いいことなのかってどうなんだろうって、私自身はそう感じた。いや、ましてや何十万何百万払ってね、やることなうん、のかなっていうのは本当そうだと思うよ。だって、そうだ。僕ね、ちょっとだけ話それちゃうけどいい？うん、全然。野球クラブに小学校の時入ってたのよ。うんうん。でその野球クラブは小学4年生から入れるんだけどうん。6年生か5年生だったんだけどになるまでボールを触らせてもらえないの、バットとか。ええ、だから珍しい。少なくても4年生の1年間の間はずっとうん。筋トレか走り込みなのよ、野球クラブで。ええ。その野球クラブのコーチの言い分としては基礎体力第一だからみたいな、小学生だようっていうんうん。やつなんだけど、まあ今は時代違うからそんなんじゃないと思うけどさ、うんうん。めっちゃつまんなかったの。うん。で要はお芝居やりたい人たちが発声練習、お芝居やりたい人たちが走り込み、お芝居やりたい人たちが本を読むみたいなさ、まあうん。大事なことではあるかもしれないけど、そうん。れをずっ
とお金いっぱい払ってやらされるみたいなもんだからそうだね。俺もねあんま別にまあ有名になりたいとかのと、お芝居やりたいのとはまた別じゃない。まあ一緒くたになっちゃうけど最初の頃って自分には何かできるって勘違いして始めちゃうからね。だからまあ一緒くたにはなっちゃうけど養成所ってのは結構本当養成さっきちょっと途中だったけど養成所でお金儲けてる事務所とかもあると思うから全然芸能の仕事はないけどみたいないや絶対そうだね。教える仕事が一番儲かるからさどんな職業も、セミナーとかもう俺の偏見だけどさ、コンサルタントとか、まあそういうコンサルタント業はめちゃくちゃお金取るじゃん。知識を売るって言ったら聞こえはいいけどまあ要はねまことしやかなさ副業で50万とかいっぱいあるじゃん。だからあれほとんどねもう詐欺に近いと思ってるよ俺は教えの仕事って。まあ詐欺にならないところでお金を稼いでるっていうね。まあ別に詐欺じゃないから悪いことではないんだけど、まあ特にさ何がさすごい良くないかってさ売れたくって、なんかそういうところオーディション受けたりさして、お金がない人たちじゃない言ってしまえば。お金があったらなんかそのお金の力でどうにか多分つながりとかさ作れたりするんだと思うのよ。まあわかんないけど、まあそういうお金がない人たちからお金を巻き上げるというかさ、なんかそれがすごい悪意あるなって私はねすごい嫌だなって思うわ。まあそうだね。もちろんお金があって無駄にそういうところ無駄に入ってるって言ったらまたダメだな言葉を選ばないと難しい。専門学校とかでもあるよね。いやそうだよね。もちろん塾とかさ学校の先生とかそういう教えの仕事全般を否定するつもりは全くないんだけど、やっぱりそのまことしやかでやれちゃうグレーゾーンが多いなって思う。そのセミナーとかさ、コンサルタント業っていうのはもちろん誇り持ってちゃんとやってる人もいっぱいいると思うけど、だって嘘でもさ、ハリボテでも箔さえつけちゃえばさ来るじゃん、人が。まあだから古代広告商売に近い。古代広告ってわかる？じゃあ説明してみて。そういうのよくない。そういうのはいどうぞ。前回の続きみたいになってる。よくない。一般常識問題出すよじゃあ。やだ。じゃあはい古代広告ってどういう意味？ちょっと言ってみて。それだけでいいからはいどうぞ。古代広告とは？どうやって書くの？どうぞ。だってその文字のやつ言ったら分かっちゃうもん。そうなの？調べちゃダメだよネットで。今なんか右手マウスに伸びてるみたいな風に見えるけどあはははじゃないよ。古代広告はいとはなんか古代の広告何古代の広告って古い広告のこと言ってんの？何古代広告。さてということでね古代広告ということでしたが、どういう俺に説明してよ古代広告を。だから古代の広告だから古代のってね古いってこと？違うわ。なんでって言ってたんだ。誇張の子だよ。誇張の子。誇張の子ね。そう、大きく誇張した広告。古代広告ね。はい。ツッキー、ちゃんと下調べしないと家庭用愛玩動物の飼育してるだけの専門学校が動物飼育を謳ってることもある。へえ。動物確かにさブリーダーのやつもさ闇はあるよね多少。そうなんだ。もうペットって可愛いじゃん。舞ちゃんも犬飼ってるけどさ、あれってすごい交配させてたりするじゃん。でもそれってさ一般通念上で考えたらさ、めちゃめちゃ交配させてるって体に負担も大きいだろうし、やっぱり体弱い子生まれやすくなっちゃうし、なんかほんと人間のエゴだよね。そう思うとまあやべえなこれなんか敵を生む発言かな
なんかでもいいのいいの、ラジオはもう全部うん。自分をぶつけるって決めてるからそう、僕は。ちょっとね、今お聞きの方にだけそこ説明しますが、まあ、はい。このアンポタンチャンネルは本当にもう私たち独自の考えとかぶつけうん。ていけたらいいなっていう、本当にね、あんまり人を傷つけることは言わないようにはするけど、でも、うん。まあ、何でも言ってこうよっていう感じでね、やっていそう。きましょうよ。舞ちゃんは傷つけていいの？舞ちゃんのことは。ダメダメ。ダメか。わかった。マイチュウに限っては傷つけてはならん。ならん。はい、ならんということでね、はい、ちょっと独特な考えを持ってしまっているとは思いますが、どうかご了承ください。クロまあね、ワンさん、実際以上に利点を強調している広告のことです。だって教えてくれてるよ。すごい、ありがとうございます。そう実際以上そに利点を強調している広告のこと。う。まあ、例えば、あれだー、よ。これを飲むと痩うん、せれるかもとかさ、うん、ダイエットに効果がありますっていう飲み物があったとするじゃん。うん、それを、これを痩せれば20キロ痩せれますみたいな誇うん、張して広告するのよ、効果を。なるほど。効あの、果とかメリットを誇張する広告のナイトブことだから。ラのあれみたいな。それちょっと言えない。YouTuber 関係だし、それと、やばい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 。これ、私たちの中の NG だった。天チ部。だよ。そ YouTuber の名前言わないって決めたじゃん。そう、YouTuber さんの名前は僕ら弱小だし気にされないだろうけど、まあ、うんう今後のん。ことも考えてやっぱ角が立たないっていうそうか、ですね。まあ言わないのがマナーだろうと僕は思ったはい。ので、言わないよううん。にしようねって話したんですけど、急はい。に出すんだもん。ない。もう、失礼しました。ハンハム、ハンハムって言うから。ハムハム。ハムハム。まあもうあっちは芸能人とか有名人みたいなもんだからね、そんな気にしなくていいんだろうけど。ねえ。まあそうだよね。うーあん。の、なんかさ、今思い出したんだけどさ、またうん。話戻っちゃうけど、私、うん。高校の時、それでさ、どこの養成所行っても、そういうことが現実とあるっていうことが分かったからさ、結局お金うん。目当てだみたいな、うっていうのが分ん。かったから、うん。あの、まあ、進路を考えた時に私うん。の高校はあんまり頭がいい高校ではなかったから、うん。まあ専門的な高校だったっていうのもあるけど進うん。学する人が割と少なくって就うん。職するうん。人が結構多かったの。うーん。そうで私もどうしようかなってで福祉の資格を取った時だったからうん。介護のお仕事しようかななんて考えてたんだけどうん。でも、まあ、やっぱりそういう夢が忘れられなくてっていうかっこあいい言い方する。まあ、ー。それで専門学校行きたいなと思って音楽のうん。専門学校をいろいろ探してうん。そう、まあ、先ほどツッキーさんもねおっしゃってたけうん。どうん。うそん。うで、まあ、それこそもう養成所の倍にバカバカお金を取る音楽の専門学校のうーオープンキャンパん。スみたいのにすごい行ってうん。で本当に私はそこが行きたいなって思ったのよ。うん。そういう音楽の専門学校に。だうん。けどすごいまあ、担任の先生と副担任の先生特にうん。副担任おばちゃんの先生がいたんだけどその先生からすごい止められたの。でああなたの気持ちもわかるけどやめときなみたいな感あ。うじでん。すごい言われてうん。なんで私はこんなに行きたい気持ちが固まってるのにうどうしてん。応援してくれないんだろうとすらちょっと思ったんだうけど、まあ、ん。そんな気持ちを抱えながらも結局そういう副担任の先生もおっしゃってるからやめときなって両親にも言われてで、うん。まあ、大学に行ったっていうのがあるんだけど、うん。まあ、大学に行かせていただいただけでも本当両親には感謝なんですいや、けども本当にそうだよ。うん。そう僕もよそそうだけど。うん。うねえまあそうなんだけどうん。今こうやって振り返るとうん。あの時そっちの道に行かなくてよかったかもなとも思うよあね。あ。まあ、大学に行って何も今できてないっていう私のこの現状がある限りうんうん。ちょっと、うん、それを言い切ることは難しいけど、まあ、うん。でももしその専門学校に行ってたらお金だけ取られてうん。自分の中ですごい実績になるものが何もなかったかもなってちょっと思ったの。
ああ、なるほどね。ヒヤッとしたというか、うそういうん。養成所の現実とかも、改めてこの年になってもいろいろそういう芸能関係の闇みたいのをさ、知る機会が多いからさ、うん。そう。で、プラス大学に行ったことで、うん。サークルでバンドとかいろいろやって、あ、一般の人でも上手い人ってこんなにいいんだなって思うって、諦ん。めがついたの、音楽に関してうは。ん。そう。だから良かったなって思ったのと、あとは、うん。ね、勉強をして資格取得、また違う資格を取得することもできたし、いはいはい。ろんな、音楽以外にもいろんな世界を見ることができたって言ったらすごい大事だけど、うなんか視ん。野が広がったなと思って、それもあって今お芝居やってるにもつながってるのかなと思ううと、ん。あの時の副担任の先生って結構、なんかキーパーソンだったのかなとは思うわ。ああ、まあ、あれなんじゃないその時にさ、うん、思いっきりやれなかった後悔というか、フラストレーショうん、ンというか、うん、それがあって、やっぱ今、1年間か、そんぐらい働いてたじゃん。けど、やっぱ、溜まってたからさ、もううん、こういうことやってたから、もしかしたら、あの時それをやってたら、今、うん。普通に働けてたかもしれないしね。俺は働いてた方が絶対自分もそうだけどいいと思うから、社会人でちゃんと。ね、もちろん、うん、のそうだね。方がすごいなって思うし、うん。もうほんと社会不適合者ですよ、僕も舞ちゃんも。ね、でもはい。自信を持って言える社会不適合者だと。はい。黒アンさん、強調しすぎると逮捕される。そう、古代広告のことね。あ、そそうなんだ。う。う逮捕されん。ちゃうんだ。やっぱそういうやつ。そう、一応法律でちゃんとあるんだよ。へえ。いやー、確かにね。それを喋りたかったのその芸能事務あ、所の話とか。そうそうそう。一回ね、そう、ラジオトークでも話したことがあったけど、うん。まあ、そう、売れない役者っていう一応チャンネルでやってるし、うん。あとは、なんかさ、いろいろさ、うん。ね、行ってよかったところとか、今私が思い浮かぶ感じで言えば、行ってよかったなと思うのは、うん。養成所っていうよりかは、お芝居とかのワークショップとか、あ単発でやってるみたいー。うな、自由ん。に、行きたい人が申し込めるみたいな。あ、そうだね。でも養成所の方がさ、芸能人になれそうだけどさ、おうんうん。芝居やりたいって感じならワークショップ行った方がいいかもね。映画監督のワークショップもあるしさ、そうだそれこね。そう大さんのワークショップとか楽しかったじゃん。楽しかった。うん。うん。だからなんかそっちの方がいいかもしれない。まあでもワークショップ詐欺もいっぱいあるし、映画うん。出演させてあげるよって言って DM 来て、お金うん。払ってお金だけ持ってかれちゃうとかも結構多いのよ。まあ、要はつけうん。込まれやすいんだよね。有名になりたいとか、うん。そういう甘いやつってさ、うん。女の子は脱がされちゃったりとか、そうだね。やっぱ消費されやすいから女性って商う品として。だん。からまあそういう人は多いよね。なんか本当にそういうエロ系の、舞うん。台とかやって、エロいシーンとかがある舞台うとかん。で、ちゃんとしてるところっていうのは、そういう性的な描写とか、そういうシーンをするお芝居がう一部ありん。ますっていうのが、絶対詳細のところに書かれてたりすうるから、ん。そういうのを書かれてないなくってそういうのをやらされるっていうことも、本当に、なんて言うんだろう、私たちみたいな底辺の場所であればう絶対にあん。るから、うん。それはちょっと注意ポイントだなって思うと、どこにもそういう悪い人たちっていうのはいるいるんだなね。とは思うよでまね。あ無頓着な人とかも多いうん、しさ、まあ女優なんだから脱げみたいなさうん、人とかもいるしね。まあでもまあそれぞれの考えだけどさ、僕はうん、まあ事前に言うのがマナーかなとは思うけどね。うん、暴力、殴られるか、まあ、うん、身体的な障害、何かうん、セクハラパワハラと言われるものを受ける可能性が舞台であるなら、うん、やっぱそれは確認取っとくっていうか、相手が先に言っとくべきだし、うん、なんかいざそれで始まってから言われることが多いのよ、やっぱ舞台うって多分。ん、だからその時にさ、できませんって言いづらいだろうけど、やりうん。たくないとかできませんって言った方がいいような気がする。女性は特に自分を守んないといけないから。そうだね。そういううのをはっきり言わーん。ないと本当に流されるからね。そうで流されちゃって、そういう風に泣いてる人もいっぱいいるからね。う実際こん、んな小劇場でも。でなんかさ、結局大事にしてないってことじゃん。
人としてどうでもいいとか替えが利くとかさ、うんまあ下に見てんだろうなってことでは間違いないから、もううんそういう人の話はね聞かなくていいと思う。本当にうん女性の性を商品にしているとか、女性の性を安売りしてるとかっていうことに無頓着、気づいてもない人の方が多いと思うよ。でそれがさ、自分の大切な人とかされたらどう思うんだろうこの人はって。お前の母親やってやろうかって思うもん。同じことやってやろうか。今の編集だったら多分 P 入れてるね。お前の母親同じ目に明日あるからな。NG で、いやもうまあ僕本当そういうの腹立つの、女性に対してのそういう人本当に見ててさ、胸くそ悪いというかさ。そうだね。ツッキーさん、私も不適合者。一緒だね。一緒だね。そんなツッキーにナイスです。これゲームズでもある。ナイスコメントがくれちゃった。ナイスです。本間ゆうたさん、こんばんは。ありがとうございます。来ていただいて。こんばんは。すいません、いつも。いつもありがとうございます。もうちょっと個人情報なんで言ったら怒られるかもしれないんですが、本間ゆうたさんは昨日お友達の結婚式でした。おめでとうございます。ありがとうございます。うるさ。じゃあちょっとさ、まだ話したいことある？大丈夫だよ。じゃあゲームしよっか、ちょっと。ゲームすんの？ちょっとしたいのよ、俺は。はーい。じゃあなんか最後話していいよ、話したいこと。まあ世の中にはいい顔と悪い顔を持った人たちがたくさんいると思いますが、ぜひ皆様気をつけて見極めてやってまいりましょう。レッツゴー。はい、以上です。それでよかったの？本当に今のでちょっと落ちた？まいちゃんの中で。落ちた。納得いった？納得きました。ちょっとね、はい、まいちゃんじゃあさ、あれつなげてよ。すごろくやろ。ほい。ダウト、すごろくダウト。すごろくダウトというゲームを携帯アプリですね。そうやります。ちょっと今つなげるからミラーリングしないと。すごろくというやつかな。そうそう。じゃあ嘘つきすごろくどんなゲームかちょっと説明してて。はい、嘘つきすごろくというゲームを今私もね立ち上げたのですが、多分私の画面じゃ見にくいと思うので、げんちゃんがこの後画面表示すると思います。これはすごろくを振るんですけど、すごろくを振った数だけ前に進めるっていう感じなんですけど、まあその数のそのまんまその数の分進んでもいいし、嘘ついて別の数進んでもいいんですけど、それを相手は見極めて嘘だと思ったらダウトボタンを押すと、もしそれが嘘っていうことが本当だとしたらポーンと飛ばされちゃうわけですよ、見極められた人は。でもし嘘だと思ってダウトボタンを押したけど嘘じゃなかった、本当だっただとしたら、その嘘だって思った人がポーンと飛ばされちゃうんですよ。そんなゲームです。もう終わりましたか？いいですか？ちょうどいい。ツッキーさんおめでとうございます。ありがとうツッキーさん、コミュニケーション。本間ゆったくんありがとうございます。楽しみすぎで喉枯れました。そうか、飲んだりするしね。二次会とかもその辺は盛り上がるだろうね。そんな楽しかったの結婚式。私はいどうぞ。ツッキーさんありがとうございます。はい、何？私何？はい。何じゃあまいちゃんマッチングしてるんでパスワード、ひらがなでアンポンタンでお願いします。はい。こちらがこのミラーリングの画面になりますので、ちょっとね皆さんのコメント隠れちゃうんだけど、はい、ちょっと私は今コメントが見れない状態なのでお願いします。はい、まいちゃんからだよ。私からということで、ではすごろく振っちゃいます。いいよ、そういう呼ぶのことやるからテンパっちゃうんだよゲームやってりゃいいんだよ。ふむまいちゃんはさ、配信画面見ないようにして、俺の見えちゃうから。私配信画面ね、今携帯もパソコンもつないでるから見れません。オッケー。はい。げんちゃん2か。これは多分1が出て2にしただろうな。ダウト。
なんでわかるの？絶対大正解です。なんでわかるなの？ぜならさっき私がそうしたから。嘘でしょ。正直言ってみ。嘘。わかるから。これサイコロがさゼロだとさ、わ、選べないんだよね。すごい。わわわわわわ。やばい。逆に騙されたな。うわ、すごい。すごいなこれ。すごい。多分これは本当です。なんか地味でしょこのゲーム。でも楽しいんだよね。そう楽しいんだわ。白だったでしょ。1じゃなかったくて白だったでしょ。でちょっと舞ちゃんは大きく嘘つけないタイプだから、1の時はだいたいちょっと白をやばいっつってちょっと進めるんだよ。なんでわかんない笑ってしもた。俺も同じ。今白だった。白かな。白だ。白だ。うわ白だったわ。あれなんか音声の感じが変わった。これみんな配信聞こえてるかな？聞こえてるかな。まあいいか。これ多分本当だな。嘘だった。嘘。これね、コマが3コマ、この人のやつが3コマいったらあれですね。聞こえてますよ。よかったよかった。なんか俺の方の音声の雰囲気が変わったら。くそー。くそー。白だった。これ多分本当だな。どっちだろうな。だって本当っぽいもん。あと1コマ。あと一コマゲンちゃん。うん。うわーくそやったぞ。今同点だ、ちょうど。この勢いでいっちゃおうと思ったでしょ今ゲンちゃん。わかります。なんか怪しいな。これでもわかんない。どっち？基本的に私はにやけ顔だから。イエスかノーかどっちがいい？嘘か本当かどっちか言って。本当っぽい。俺にも聞いて。ムカつく。聞きもしないじゃん。お前ね、これ。聞かずにもわかりますよ。うわー、厳しい。簡単簡単超簡単イエイ。悔しいな。なんでわかるんだろう。なかなかゲンちゃんが弱いですね。ゲンちゃん。わかるんだよ。いやーこれ見てる方は楽しめてるんでしょうかこの地味なゲーム。いやこれ結構楽しいと思うんだけどな。ね、楽しいんですよね。いややばい、舞ちゃんにゴールされちゃう。これだったらさ結構ねお聞きの方とも一緒にできるかもしれないね。そう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 、読んでた。すごい。ちょっとどっちほんと。これ俺の勝ちだよ。イエーイ。もうコマなくなっちゃったから舞ちゃん。そういう感じなんだ。イエーイ。よっしゃ。聞こえてますよ。だってぜひね見てる人興味持ったらこれインストールしてくれたらね今後一緒にやれるかもっていう。もう一回やろうよ。嘘つきすごろくというアプリなので
あれでしょ、アンドロイドでもあるのかな。 iPhone ではあるんですけど、うん多分どっちもあるんじゃない。うん。なので、まいちゃんもう一回ね、押して。押したよ。押した。あ、マッチング中。マッチング中です。おまいたさん聞こえてますよ。ありがとうございます。じゃあなんか俺のやつが急に遠くなっただけかな。まいちゃんもう一回って押した。押した。なんでマッチングこんな長いんだろあ、じゃあもう一回マッチングしよっか。う。いや待ってればいいんじゃない。ダメかな。今マッチングってなってます。あ、映んないかも。全然映んなかった。抜いちゃってるから。じゃあ戻る。うん、ちょっと一回戻ってもう一回やりましょ次合言葉何する。う。次。あ、アンポンタンでいいや。うん。そのままアンポンタンだっおーい。あんぽんたんチャンネルというオープニングどうでしょうか。私た。があれい作りました。いよね。あれ俺が作ったんだよ。なんで自分の手柄にしたの。うわー。私でしょ。あー。あ、そっか、あれまいちゃんが作ったわ。そうそうそう。まあだけどこのラジオ配信については玄ちゃんがほとんどやってくれてます。僕ちょっと早くし。嘘。絶対嘘だと思った。まだまだだな、お主。まいちゃん2だわ。よしよし。悔しい。まいちゃんのこれ表情見とかなきゃな。玄ちゃん。本当っぽい。まいちゃんおい。1。確かにわざわざ1選ばないよな。人を疑うからだよ。いや、玄ちゃんマジで信じれないな。なんでよ。本当のことどっちだこれ。白っぽいな。いや本当っぽいな。どっち本当。3って微妙だな。さっき2とか1ばっか出てたから。ミラーリングが切れちゃった。あ、大丈夫ですか。うん、ちょっとやりながらはーい。よし、玄ちゃん。今、私が玄ちゃんをポイとしました。ちょっと待って。これやりながらミラーリングするのむずいな。大丈夫？一回中断してもいいよ。バーカわかるんだよ。これは長期戦になるぞ。大丈夫。長期戦にならないのよ。コマがあるから。あ、そっかそっか。そう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 。悔しいな。ちょっと待ってよ。つなげるわ。もうなんか終わっちゃった。あ、嘘。これ一回タブ切ったら切れちゃうのかな。相手の接続は切れたからお主の勝ちじゃん。あ、やばい。音が大きい大きい。大丈夫ですか？あ、ダメだ。ごめん。切れちゃった。あ、まあいいでしょう。これそうだ。一戦一戦うんうん。ミラーリングは10分しか持たないから。あ、そっかそっか。そしたらま一戦一た戦しないと。切り替えてみたいな。そうちょっと一回つなぐわまた。うん。これやっぱミラーリングのさやつ、ゲーム楽しいからさ、ずっとつなげとけれるのよ、有料版でやれば。だからそれを買った方がいいかもね。そうだね、確かに。でもどう、みんな見てたらやっぱ舞ちゃんはさ地味だからつまんないんじゃないって思った、でもやってる方は楽しくない？やってる方は楽しいんですよ。これどうなんだろう、みんな見てて。見てる方はどうなのかなと思いました。どうでしょうか。みんな楽しく。OK、ミラーリングできました。はい。あれいいですよね。テーマが進路を考えるなのに大人がバーカって元気いっぱいな後ろ。そうだ、テーマさっきのままだった。マイコ進路を考える。アンポンタンでまたお願いします。マイ
構進路を考えるっていうテーマもなんかちょっと語弊があるけどね。さっきね舞ちゃん進路の話してたからそれに変えたのよ。ちょっと一回消しとくか。はい。アンポンタンマッチングしてる？あ、ちょっと待ってね。同じパスワードです。できてるかな？あ、来た。できた。まあ僕も不戦勝で勝っただけだからな。いい勝負でございます。1対1。うわー厳しいな。俺は絶対ね、1か白だったね。なんでわかるの？絶対そうだ。最初から調子乗んだ。なんでわかんの1か。白だったらもう私たちお芝居してますなんて言えないよ、もう。こんな分かりやすくじゃ。またなんかあれだ1とかばっか出るわ。俺は本当っぽいな。なんか落ち着きがあったもんね。いた本当ー。っぽおー、騙されないですね。い。おやっと落ち着きあるでしょ。でもね、4はね、結構出たりするのよ。だかまあらこれは、そうだね。うん。なんかゲームの法則性を見つけ始めてるね。まいちゃんこれ嘘でしょ。イエーイ。マジで人の嘘ってわかんないわ。これさ、本当ばっかやってたらさ、うん勝てちゃうよね。いやまあ確かにだからダウトでさなんかミスってる気がする結構。うん。思いっきり逆転しようとしてるでしょ、今。なんでわかるんだろもう分かっちゃいますう。よ。すごいな普通に。一応これ時間制限もあるんだよね一回一回。うん。どっちだ？よし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 。とりあえず全部ダウトをしてる、玄ちゃん。もうね全部ダウトだと思ってやってる。だって全部怪しく見えるんだもん。なんか、真面目な顔しようとするじゃん。もう私、ニヤニヤ顔だからさ、うん本当だ多分。こういうのさ、メンタリストの大悟さんとかだったら全部さ、見破っちゃうのかな。よーしよ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 し。いや見破っちゃうんじゃない？結構見て。悔しい。今のは運が良かったな。うん。今のねメンタリスト的には髪の毛触ったから嘘だなと思った。落ち着きがなかったわ。うわー、もう落ち着いとこう、毎回。これは嘘だな。本当だよー。もう今メンタリスト的に騙したから。メンタリスト的にってもうメンタ意味が分かんないリスト的にそれが。ほうほうほうほまた白でこれ嘘でしょ？いや本当なんだよね多分。う。嘘だ今ったさっきの。嘘だね。今本当だった。白だった今本当だったね。だって本当4なんて舞ちゃんねその大胆なことやんない。やってみたんだよ、もうちょっとここで勝たなきゃと思って。いや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 。これ嘘でしょ。正直これ嘘でしょ。でもな舞ちゃんも駒ないからな。いや迷う。思いっきりダウト押しちゃえば。よしダウトしてやった。2連勝。バカバカバカ。もうやめよっか。これやっぱ楽しいわ。いや、もう嫌になってきました。俺はずっとできそうこれ。ありがとうございました。はい、ということでね、はいまさかのアンポンタンチャンネルもなんだかゲンゲームスみたいな感じになってきました。いやちょっとゲームとか楽しいと思うのよやっぱ。いやでもね、このゲーム面白いし、本当に。まあでももうちょっと喋ろうよ。うん。舞ちゃんやっぱりあれだね。この前さやった時は俺負けたじゃん。そうだね。で俺はやっぱこういうの弱いの僕結構弱い
方なんだけど、弱いのかなと思ってたけど、やっぱこう観察力があるから僕のが見抜いてるかも、舞ちゃんの嘘を。舞玄ちゃんのちゃんの嘘。方がかそう。だって俺今日2連勝してるもん。だから今僕の勝ち越しだよ。なんかそういうマウントを取るゲームじゃない気がする。マウントなんか取ってないよ。その事実だけを述べてるだけだよ、もう。全然そんなマウントなんかそんな取ってない。こりゃ喧嘩だな。ツー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 。でもさ、一応、まあ、ゲーム、はい。今回は僕の勝ちだったじゃないですか。はい。大きな声で負けましたってだけ言ってもらっていい？どうぞ。大きい声で、ちっちゃい声だったな。負けましした。た。まあね、負けを認めるっていうことは人間大事ですから。素直さだからね。結構なんかね、はい素直さです2人でいろいろ面白そうなゲーム探したからまたちょいちょいやっていきたいね。そうだね。今度は、うん。まあ、ぜひね、お聞きの方とも一緒にできたらいいかななんて思います。思います。で、なんかはいあれ、結構今日はさ、このリモートの配信も初めてだし、ゲームもやってみたくて初めて実験的にやったじゃない？だから今度はね、長い時間の時にやってもいいよね。ずっと喋っててさ、息抜きでこういうゲームたまにやるぐらいがいいかもしんない。確かにそうだね。一応そのつもりだよ。なんかメインでやろうとは思ってない。ただもうこれがめちゃめちゃ好評になればやるけど、そんな好評じゃないんだなって視聴者の減り方を見て俺今思ってるから。そうなの。ちょっと私はね、今ちょっと見れてないのでわかんないのですが、まあね、そうです。ちょっとね、様子を見ながらやっていきましょうっていうことで。いいんだよね。今日ね、実験ア的だから。マンチャンネル、またチャンネル登録者がちょっと増えてました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。嬉しい。見てくれてるかわからんけど、今は。アンポンタンのやつもさ、登録してくれたりしたらここにさ、登録ありがとうとか出る風にやりたいんだけど、ちょっと俺自分のやつもあるから結構ね、アカウントが違うじゃん。だから、その時にアカウント切り替えたりするのが大変なの。ああ、そっかそっか。全部やってるからそれを。まあでもね、ありがとうございますっていう気持ちだけお伝えすればいいかなって。そう、リアルタイムで出てくるのよ、登録してくれた瞬間に。そう、前回くらいまでは出てきてたよね。ピコパンみたいな。出てないよ、まいちゃんね、これは。あれ、でもね、前回の時出てきてたよ、チャンネル登録。ありがとう。設定してないんだよね。そうだ、あれはアカウント切り替えたんだ、試しに。やってみたわ。そうだよね。準備の時間ある時はちょっとやりますね。はい。まあね、ちょっと、でもね、今これで一応アンポンタンラジオは3回目になってるんですけど、1回目も2回目もね、結構アーカイブ見てくれてる人が多いのかなって感じてる。そうなんだ。伸びてる終わった後に。そう終わ嬉しいね。った後よりも再生回数が地味に増えてるから、で、インスタとかでも、アーカイブ見るねって私のお友達とか結構いろんな人から言われる。嬉しいね。なんかあれなのかな。逆にアーカイブで見てもらえてるってことはさ、この夜の時間帯っていうのがもしかしたら時間帯外してんのかもしれないよ。意外とそうだから、この時間を見れない人が多いのかも、この舞ちゃんの登録者の中でさ。なんかね、意外とどうなんだろうね。でもさ、8時から9時とかってさ、テレビでも面白そうなテレビやってそうな時間帯じゃない？なんかそうだね。朝か夜な気がしちゃうよね。聞いてもらえそうな。なんか、誰もいなさそうっていうので。本当そうだよね。まあだけど、私たちの都合的に意外とこれぐらいの時間がベストだななんて思ってるので、そうだね。しばらくこれ続けてってね。で、基本的に木曜日の夜は必ずやりますよとは言ってるので、それがなんか楽しくていっぱいやっちゃってるっていうね。そう。2回目の時はね、弦が楽しくなっちゃって、今日は舞子が楽しくなっちゃいました。やりたくなっちゃうんだよね。そうそうそう。面白いから。なんか、
ね、ぜひね、今後はいろんな人のお悩み相談的な回もあっていいなとも思うし、ちょっというん。ろいろとこのアンポンタンラジオを通して挑戦していきたいなって思っております。はい、よろしくお願いいたしまはい、よろしくおす。願いしまクッキす。ーさん、社会人になってからテレビ見なくなったな。あ、やっぱそうなんだ。ああ、テレビどう見てる？僕もね、サブうんうん。スクあるじゃん、今。うんうん。UNEXT とか Hulu とかさ。もう、うんうん。ああいうのに4つぐらい入ってるのね、僕。だか玄ちゃんら、めっちゃ入ってるもんね。そう、もう本当に見ない。でも1年ずっと見てうん。ないとかあるもん。ああ、そうなんだ。だから確か本当に、にね、そう、舞ちゃん玄ちゃん、が家に集まった時につけうんうん。るじゃん、舞ちゃん。舞ちゃんテレビっ子だからさ。うん、っていうほど見てもいないんだよね。玄ちゃんがうん。見てなさすぎて私がテレビっ子に見えんだと思うあ、んだ見えるだけど、けか。テレビ好きだだなって思う、舞ちゃん見てると。そう、今シーズンもね、ドラマ1個しかまだ見てないし、結構面白そうなドラマ今もやってるんだけど、へえ。あんまり余裕がないっていうかさ、ドラマ1個見始めちゃうとさ、全部見ないと気が済まないっていうか、毎週見なきゃいけない感じになっちゃうか気ら、になっちゃうもんね。そうそう、大続きが。変で、うん、だけどね、玄ちゃんに見てもらいたいな、ミステリーという流れみたいな、菅田将暉さんとか伊藤沙莉さんが出てるやつは見てほしいね。へえ。あ、見てるんだ、舞ちゃん、それ。面白いの？それ、今ね、そう、先週初回で、うん。明日2回目とかかな。どういうちょっと、話なのそれは。なんていう名前？タイミス、トル。タイトル多分ね、ミステリーという流れみたいな感じだった気がする。ミステリーという流れ。ミステリーがカタカナで、という流れの名がね、漢字がちょっと難しい感じだった気がするんだよね。舞ちゃん結構間違えてること多いかそう、も間違って読んでるかもしれない。わかんなな。いけど。ちょっとミステリー、それどういう話なの？まあ、菅田将暉さんのその主人公の人の役っていうのが、うん。なんか、なんて言うんだろうね。分析能力が高いというか、うん。あんまよくわかんない。ちゃんと見てなかったから。一応タイトルミステリーと流れにしたけど、全然あらすじも教えてくれないじゃうん。ん。あれなんだよ。見たいと思えるミステリーと流感じで。れて、ミステリーという、ちょっと調べてみます。あ、いいよ、別にそこまでしなくて。うん。なんかね、まあ、私はその初回見たばっかりなんだけど、うん。エンケンさんが出てて、もしかしたらエンケンさんはその1話だけなのかもわかんないけど、うん。そう、結構いい話だって、今ここで話しきらない感じ。すっごい長かったもん、初回。じゃあ、あらすじだから別に1から10まで説明してほしいわけじゃない。こういう話でこういうところが面白かったとか、欲しいは食ってんじゃねえよ。あ、こういうのもやらない。違う？クッキー？瓦せんべい。瓦せんべいか。失礼しました。どういう、なんかそのミステリー要素が面白いのそれは。うーん、そうだね。なんで自分で話し始めて自分が興味なくなっちゃうのよ。なんかね、うん。説明が本当に難しいんだよね、これ。なんて言えばいいんだろそういうドラマなんだ。説明がう。難しでい。もそう、ミステリー系なのかな。まあミステリーってタイトルに書いてあるからミステリーなのかなとは思うよ。これでミステリーじゃなんか、なかったら、あ、そうなんだってなるけど。ちょっとしたうん。違和感から事件を解決するみたいな話かな。うあーの、ん。普通の大学生が、みたいな。なんかさ、そういうやつだとよくあるじゃん。主人公がガリレオだとさ、物理学で頭良くて、そういう物理学的におかしいところに気づくとかあるしさ、その違和感だったら観察力が主人公は優れててとかあるじゃん。うん。そういうのはないの？うーん。主人公の特徴って言えば、まあ別に特徴が知りたいわけじゃないんだけど、話のなんか肝みたいなのあるじゃん、そのテレビでさ。例えばあれなんだっけ、あなたの番ですのさ、西うん。島さんが出てたやつってなんだっけ、タイトル。あ真犯人。真あ、犯人真犯フラグ。人フラグ。真犯うん。人フラグ面白いよって僕が毎日勧めるとしたらさ、最初はもう本当に仲のいい家族で、夫婦もすごい良くて、で、なんか子供とかもお父さんと距離が
結構年頃なのに遠くなくて本当に仲のいい一般家庭だったんだけど、その家族が家を買おうとした時に急に失踪しちゃうのみたいな感じでさ、説明できるじゃん、あらすじざっと。うん。そういう感じのを求めてたんだけど、はい。ちょっとどうだろう、難しそれはちょっそうかと見てのおな。楽しみということで、ぜひ気になった方は TVer か何かで見てください。はい。いや、でもマジでちょっと難しいんだって。でも一つ言えることは1話は結構面白かった。だからそれだけ興味です。持ちづらいんだよね、なんか。うん。なんかね、ままあでもた、見てみるわ。そう、うん。クロワンさん、ジョジョの奇妙な冒険見なさい。あ、ジョジョね、めっちゃ面白いよね。ジョジョ、なんいや、でいきなりジョジョ？クロワンさんがコメントでジョジョの奇妙な冒険見なさいだって。うん。ジョジョの奇妙な冒険は見る気にならないな。まあね、1章2章3章4章ってこう続いていくのよ。で、そのジョーええスター家っていうジョーー。スター家の話なのね。うん。でうん。みんな例えばジョゼフ・ジョースターとか、うん。最初にジョうん。がついてジョジョっていうのを愛称で呼ばれてる人たちでジョジョの奇妙な冒険っていう風になってんだけど、あ、そういうことなんだ。そうそうそう、でも一章はあれなのうん。よ、ちょっとね見るのしんどいと思う。でも今漫画だと、俺は漫画で読んだりしてたんだけど途うん。中までうん。ね、はい。アニメは結構うん。見やすくおしゃれに作られてたりするから割と見やすいと思う、アニメの方が。サクッええと見れちゃう全部。だかー。うん。らでもその後ね2章3章4章とかも面白いよ。あ、そうなんだ。うん、もうスタンドとかこうやってやっちゃうかなんかそういうさ、アメトーークとかでさ、ジョジョポーズみたいなさ、ジョら。ジョ芸はいはいはい。人みたいなやってたじゃん、なんうんうか前んに。うん。それでも興味湧かなかったんだよな。まあでも舞ちゃんって本当にアニメ見ないもんね。そう、本当に私アニメ苦手で、そう、だって鬼滅の刃すらまだ見てないからね。ただあれ見たでうん。しょ、東京リベンジャーズ。そう、東京リベンジャーズどうだった、はお正月に見ました。どうだった。面白かっほらた。だから見たらハマるんだって。そう、で見たらきっとハマるんだと思シュタインズゲートっていうアニメと、う。うん。僕だけがいない街、映画にもなってるやつ、そう、2この回目前言ったじゃん、の放送の時言ってたね。言ったじゃん、この2つだけは絶対見なさへい。いや、え。俺あれなのよ、その人の好きなアニメ聞いたらおすすうん。めのアニメが出てくるの。ああ、すごいね。ネットフリックスとかのおすすめみたいなよ。そう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 、人力おすすめ、アニメだおお、けできる。すごい。でも最近あんま見れてないけどぐらうん。い、多分それ好きならこれも好きだよって勧めれる感じだから。うん。僕が好きでこれ面白いから見てって言ってるんじゃなくて、あ、舞ちゃんそれ好きなんだ、だったらこれおすすめだよってやつ。そうなんだ。だから見てじゃあ、ほしい。そうやっておすすめしてきたってことは、私が好うんきな種類である人間ドラマとか、うん。そういう、なんか子供っていうよりかは大人系のアニメっていうことで OK ですか？まあアニメに大人も子供もないんだよ、僕から言わせると。ああ、プリキュアだって大人も見るし、俺アンパンマン見て、映画版アンパンマン面白いなって思ったもん。映画版アンパンマン確かに気になるよね。そうだから何でも面白いのよ。ツッキーミステリーという流れ、これで流れって読むんだ。そうそう流れっそてもともと小学館のコミックなんだね、だって。う。ほらだあ、からそう、今舞ちゃん原作はそれ、コミックっていうのはそう知ってたんしかも小だけど、学館だから低うん、年齢も見てるってことじゃん。うだからん、うん。関係ないんだよ多分。ああ、うーん。そうなんだ。クロアンさん、バイオレット・エヴァーガーデンもおすすめ。バイオレット・エヴァーガーデンはめちゃめちゃいい。全く聞いたことがないけど、そんなんなにかピンとくるものなの？なんあのか、すごね、いね。泣きたいとか感う動したいっん。て、もしそんなアニメないですかって聞かれたら最近のやつだと僕はこれを勧めるかも。グッとへくる系。え。うん。そうめちゃめちゃ、まあまあでもどうせ見ないでしょ舞ちゃんは、ここまで言っても。いや、多分、ある意明日になった味ら、バレットなんだっけみたいな言っちゃってると思舞ちゃんさ結構う。うん。否定はしないけどさ、アニメに偏見あると思うもん。まあね、そう、偏見は持ってないけど、本当に見るうんまでがちょっと、
めんどくさいといや、いうか、なんか、本当に、おじさんみたいな考え方。子供の見るもんでしょみたいな感覚じゃん、アニメに対して。じゃあ、本そんなこと当にね、いはないよ。やいやいや、だから結構時代遅れだよ、それ。ああ、今、マジでそうです。そんなことないから、アニメって。ああ、日本が誇るサブカルチャーですよ。まあ本当そうだよね。うん。じゃあっうん。て言ってるけど多分響いてない、これ。嘘嘘。で、工場バイトのさ、うん。ベトナムの研修生がいるんだけど、うん。うん、前にさ、久井さん、コナン知ってますかってさ、言われてさ、うん。ああ、コナン知ってる知ってるってさ言ったけど、私ほとんどコナンあんまり見たことない。もちろん見たことはあるけうどさ、それん。こそ小学校の時に映画会みたいなさ、そういうのでさ、見たくないけど見させられたこともあるし、あんま見たくあの、ないな。そう、特にコナンはさ、結構、小学生の時は怖いなとも思うってたからさ、内容にん。よっては。うんうん。過激な時もあったし、うんうんだかうん。らそうだったけど、まあ知ってるっちゃ知ってるけど、いや、すごいな、日本に来てまだ数年なのに、コナンとかそういう最近人気というかさ、うそういうん。アニメとかの名前とかも出てきたりするから、うん。いやー、日本のアニメってすごいんだなと思ったよ。まあ、うん、舞ちゃんは多分あれなんだろうね。そういうアニメとかじゃなくてさ、これ、うん、なんか本当に映画好きの玄人が見そうだなっていうさ、うん、ちょっと B 級映画っぽいやつ見るじゃん。ドロドロしたやつとか、ちょっとうん、うん、エロいって別に変にエッチなわけじゃないけど、うん、なんかそういうドキュメンタリーっぽいやつうなんか見ん、たりするじゃん。だかうん。ら、好みがほんと違うんだろうね。こんなに違う人初めてだなぐらい。なんかとは言ってもそこまでそっち分野も詳しいわけではなくて、うん。私が好きなジャンルっていうのが人間ドラマかつうん。割とハードなところまで描いてるっていうかさ、それうこそん。なんかそういう性行為のシーンがあるみたいな。うだけん。ど、そういう映画っていうのはまた別にジャンルとしてあるというか、うなんていうの、ん。官能映画みたいな、うそういん。うのが好きっていうわけじゃなくて、人間うん。ドラマの中でそういうところまではっきりと描かれてるみたいな、うん。結構人間の深い根の部分みたいのが見えちゃうみたいな、そういううん。映画っていうのが面白いなって思って、そ思うんだ。れこそ海外の助手助手のさ、なんか監獄みたいあー、あったな、なんかあったあったあった。そうういう系のん。やつとかは結構ね、自分で見てて気分悪くなるし、本う当になんか気持ん。ち悪いシーンとかめっちゃあるけど、うん。なんかね、気になっちゃうんだよね、そういうやつ。なんで、剛力あやめの助手セブン進めた時全然見なかったじゃん。なんかあれは秒で飽きたよね、なんか。受注セブンは違った？ちょっそっと違っか。たね。まあで、ゴだリキあやめさんは可愛いなとは思ったけど。ね、剛力あやめ可愛いよね、ショートカットで。うん。あれはヘルタースケルターとか見た？あ、見たことある。2回くらあ、いも見たあれと思う。はちょっと違うの？ああいうのが好きなのよ。ああいうの結構好きだけど、うん。センセーショナルじゃん。ちょっと今日、えぐい、え、人間の本質をえぐるみたいな映画じゃん。うんうん。ああいうの好き。ああいうの好きだああいうけどね、系か。なんかもうちょっと地味でいいかなっていうかさ、あれはさ、ちょっと、なんて言うんだろうね、表現をさ、うん、なん誇て言うんだ、張してる感じがあるか、ちょっと。そうそうそう。エンタメ、まあ、あと、現実蜷感川さんなに欠けるからね。るというか、そうそうそう、蜷川ああ、さん、美香さミんだっけカさんだからね、がちょっと監督だから、色彩綺麗だ豊かだしし、ね。うん、まそうそうたちょっとそうそう。いうジャンルだもんね。でも本当になんかね、あのあれ主人公の方の名前なんだっけ？沢尻エリカさあ、そう、ん。沢尻エリカさん、可愛かったし、すごいいいなって思ったよ、あれ見て。まあ、沢だけど、もうちょっ尻エリと落ち着いカさんていいか。のピークはやっぱ1リッうん。トルの涙の時だよ。ねえ、よかめったよちゃめちゃ、ね。見た？めちゃめちゃ良かったよね、1リッでトルの涙。もね、そう、正直ね、多分小学校の頃とかのドラマなの、1リットあ、ルの涙って。そっかそっか。だから、あんまり覚えてないけど、めっちゃ良かったっていうのはちゃんと覚えてる。いや、すごく、俺だってあれで、やっぱああいう作品とかに出会ってってさ、お芝居やりうん。たいなって思ったのは間違いないもん。ああ。の一つだよね、やっぱ。なんかその頃って結構いいドラマとかさ、なんか多かったなって、今会いに行きますとかさ、感動系が流行ってたんじゃない？うん、単純に。よみがえりとかもさ、すごいなんか
いまだに覚えてるしね。なんか草ね、薙剛くんのやつだっけ？多分そうだったと思う。草薙剛さんだったかな。竹内優子さんと草薙そうそうそう剛くんの。そう。あ、柴咲コウさんだっけ？いや、竹内結子さんだった気がする。あ、あれもちろん忘れちゃった。忘れたけど。なんか混ざっちゃってるかも、もしかしたら。あれでしょ？よみがえりって言って始まそんるやつでしょ？なシーンはなかったでしょ、絶対。あったの？あったない。っけ？ないよない。ね。うん。覚えてるから、それはそれくらい。自信を持って突っ込んでほしい。こんなに絶対違うこと言ってんだから。あっでも、たっけ？ねえ。あ、なかったっけ？あれとかいう自信を持っ20、て言って20ほし年前のことは覚えてないい。いや、もん。よみがえりのなんとなくの作品感わかるでしょ？わか感るわかる。動のさ、最後レイコンとかがこうポワーって飛んで、ちょっうんとさ、幻想的うんな感じの真面目な話じゃん。あれでさ、うん。うん。よみがえりなんてないでしょ？だから逆に幻想的だからこそ、うあ、そうん。やって言う人いたっけなとか、なんか、蘇うん。るシーンが蘇りとか言ってたかなとかはさ、いや、今余計に考えちゃった。そのミスマッチで映画と脚本書いてるの多分工藤官九郎ぐらいだよ。ここでこれみたいなんで笑い取れるの工藤官九郎さんとかでしょ。あれ、ツッ最キーさん、近なんかあったね。うん。主人公が事件を解決するというより自分の見解を述べる会話術ハテナによって結果的に事件解決だったり人の心を動かす話らしい。へえ。あ、だから視点がいいのかな、こう見るところが。それでうその人のん。一言をきっかけにこう物事が動き出すみたいなあ感じなのかあ、ね。面白そう。本当だ。柴咲コウだよ。あ、やっぱり柴咲コウだ。よみがえり。うーん。なんかさ、歌が柴咲コウだった気がしたの、よみがえりの。だからあれ柴咲コウだっけって思ったんだよね。竹内結子さんは何だったんだろう、じゃあ。でもなんか同じ時期にいっぱい出てた、その二人は。今会いに行きますが、竹内結子さん。今そう中村獅童とそうそう竹内結子今会いに行きそうだよね。ます。うん。ああ、そっか。ぐちゃぐちゃになっちゃってる。もうそのまあそう頃は。時期がね近いかうもしれない。ん。まあでもそういうね、良かったドラマってなんか残ってるなって思うし、なんかまあそうだね。直近でもさ、いいドラマは結構いっぱいあるなとあるあるあ思って、る。まあ知ら今パッ、ないみたいだけで。うん、今パッと思い浮かぶのは、直近っていうかさ、2年以内くらいでさ、うん面白かったドラマなんですかってもし聞かれたら、うん。大豆田とはかな。めちゃめちゃ良かったねあれ。あれはね、なんか面白かった。あれ確かアンナチュラルとうんうん。じゃあカルテットかな。カルあ、そうだ、テットだ。カルテッカルテットとか。トの人うん。と脚本家が一緒なの確か。ああ、なんかそう、だおしゃれなんからだよね。多分カルテットうん。僕見たことないんだけど見たくなったもん。うん。気になる。あ、そう、私もカルテット見たことない、そういえば。松たか子さんのとか出てたやつだよね、だかカルテット。らああいうなんだ地味っていうと言い方変だけどさうん。リアルな感じが好きなのかもね。あれもさ誇張せずやってる感じがあったじゃん。うん。だからでなのにですごいおしゃれな感じ。あのそ撮り方とかがおしゃれなんだろうねあれ。なう。んかわなんかね、かんないけど。色彩とかがなんかさ、おしゃれな感じだよね。なんかわかんないけどおしゃれって感そう、じ。なんかおしゃれ。あれはそのシオンの秘密とか見たことある？あ、見たことある。ああいう系は結構あれじゃない？ドキュメンタリーっぽいしう結構えぐっん。てるけどちょっと違う。どういうやつだったか。染谷さんが出てたやつ？あ、そう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 と、あと二階堂ふみちゃんだった気がする。あで染谷くんのお父さんが結構暴力振るったりする人。ー、あ、そうだっけ。確かボロ小屋みたいなとこにう住んでて、ん。で最後なんか泥まみれにされてみたいな、なんかあった気がする。わあ、なんかさ、見たんだけどさ、うん。忘れちゃうね。でも面白かったって記憶もない？うん、そういう。あるある。そう、そうあ、いう系が結構好き。じゃあそっち系なんだね。はい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 。うん。ほツッキんとね。ーさん、竹うん。内優子もその映画出てるみたいだよ。あ、じゃあ柴咲コウと竹内優子2人とも出てるんだって。よみ映画版がえり。みたいのがあるのかな。あったっあれ、け？ドラマあれは映版映画版？画だっけ？ドラマだったっけ？映画だったよみあ、がえりは。そっか、じゃあ、お二人とも出てるんだ。あれでしょ？だから始まる時によみがえりって言って始まるやつ。ちゃうわ。
これで正解ですか？はい、ありがとうございまあした。りがとうございます。すいません。お手数をおかということで、けして。はいははい、い。エンディングトークに入りましょう。はい、わかりました。すいません、皆様。今から聞き始めてくれた方いらっしゃる。すいません、ちょっとね。まいちゃんがもう12時で終わりたい。どうしても私はもう嫌だって言うんで、ここで終わりたいと思います。長く続けるための秘訣は、やはり時間をしっかり守るということではないでしょうか。なるほど。おこんばんは後がよろしいよう白石で。舞子です。ありがとうございます。月さん、はい柴咲コウは主題歌だって。あ、なるほど。ね。主演草薙剛君と竹内結子さんで、主題歌が柴咲コウさんだったのか。柴咲コウさんが歌ってたんだ。ね、だからその時の曲とかもね、柴咲コウさんの曲とかも私たちの青春というかね、本当に。ああ、何途中みたいな喋り方だったね。というかね、みたいな。はい、なんかね、一応いつもアンポッタンラジオはエンディングトークに入りますとエンディングの曲が流れるんですが、今日は無音みたいな感じで。流れてるよ。あ、今流れてるんだ。うん。あ、ごめんね、そっか、私は今流れてるスカイプだからちょっと。まいちゃん、ちょっといつもは一緒に配信のやつ聞いてるからあれだけど、今日はエンディング、今流れてる安心してください。失礼しました。ちゃんとやっておりますので、はい。はい。まあね、ちょっとこんな感じでまたできるときはちょっとリモート的な感じでやることもあるかなと思います。はい。で、基本的にテーマに沿って、まあそれについてざくばらに話していく、そんなラジオになっておりますが、まあ今日みたいにゲームしたりもするので、はい、ぜひね、まあいろんな面で楽しんで、気軽な感じで楽しんでいただけたらなと思います。はい。またね、リモートで弾く口とかもね、作ってまいちゃんに聞いてもらったらいいかもしれないね。今日はまいちゃん話したいことあったから全然問題なかったけど、まあちょっとテーマ引いたりとか、皆様もね、募集しておりますので、何かメール送っていただいたりとか、テーマとか、まあこういうことやってほしいなって、まあできるかは分かりませんし、やるかやらないかはもう僕が決めますけど、どしどし、はい、送っていただけたら幸いでございます。幸いでございます。はい。ということで、本日もお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。お願いします。では皆さん、バイバーイ。おやすみなさい。良い夜を。良い夜を。オッケー、切った。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。じゃあまたこの後ゲーム配信するわ。もう DVD やろうかなと。あ、ごめんまだ切ってなかったわ。うん、なんか切ってないなと思った。それかげんちゃんがそうやってわざとやったのかなと思いました。バレバレでございます。なんでわかるの？いやー、ダウトやったばっかりだから。嘘つきすごろくの後は敏感になってるな。ということでね、こんな最後までお聞きくださった方いらっしゃいましたらありがとうございました。このしょうもないアンポッターラジオですが、はい、また引き続きお暇な時はいらっしゃっていただけたら嬉しいです。はい、きっと先この後僕ゲーム配信ゲームズの方でしますので、もしお時間あって見に来れるよという方は遊びに来てくれたら嬉しいです。嬉しいです。じゃあ皆さんまたね、バイバーイ。はい、おやすみなさい。今度こそおやすみなさい。早く終わらせてやれよ。うっとうしいだと思ってるよ。バイバーイ。